こんにちは。今回は鬼滅の刃柱稽古編第4話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までお楽しみください。キャラ変わりすぎだろ。炭治郎だけ態度違う。めっちゃ出れるやん。共闘した柱を残らずで出させる炭治郎のたらし力。てか稽古編ってマジでパワハラ稽古するだけかよ。釘をカラス役に使うとか贅沢すぎる。早見章ですらカラスだし。完全に釘じゃん。もっとカラスっぽく。天元さんは優しいからしないだったのに。まあ俺なら4回死んでるけどな。霞柱で心折れる隊員多いだろうな。これってほとんど兄折なの。まあ柱稽古編自体原作では9話しかないわけですし、格ゲーでもレベルが違いすぎると練習にならんからな。炭治郎以外のモブを弱く描きすぎだろ。3人組とかナオとモブの差がえげつないわな。いずれ柱になれるレベルの才能とそれ以外じゃ同年代でもこれくらいの差は出るだろうよ。それぞれの柱の稽古の詳細を知りたかったから、こういう兄割は助かる。こうやって見ると若者の集まりなんだな、鬼殺隊。境内がボロボロじゃねえか。ちょっとお寺の敷地荒らすのやめなさいよ。兄折柱めっちゃ仲良くてくさ。音柱もこいつも炭治郎めっちゃ優しいのも認められたという感じで感慨深い。時藤くん楽しそうだな。はあ、かわいい。いいキャラだな、無一郎。最低でも炭治郎レベルになってないと技術的なこと教えられない。時藤炭治郎って BL 人気ありそう。無一郎とスミめっちゃ仲良くて草。今度は紙飛行機をグッズで売るのか。この時代にバターやらパンケーキあんのけ。それはある。大正時代なので。当然あるよ。ハイカラな食べ物だぞ。今の漢文字だけで1ページと半分消化してるのくさ。原作未読勢です。来週はエッチな稽古ですか。エッチではある。もつくんずほぐれつ。もはや時代が大正だということ忘れてるだろ。恋柱のところ原作だとあと 0.5 ページ分しか残ってね時藤無一郎、柱3人で稽古か。アニメーションとして質が高い。時藤強いのか。あざあるしな。てか中合会議で柱同士の稽古は決めたんちゃうんか。こんなのモブ絶対勝てねえわ。無一郎、風、蛇。どうせ兄よりやるなら柱最強と言われているスヒタのキャラにもっと活躍させてやればいいのにな。兄よりで上限級の鬼を登場させてそいつを瞬殺するとか。この中だと誰が一番強いの。品塚は今のところかすみあざ出てるからな。時藤強いのか。木刀とはいえ刀を足で押さえちゃいけないと思う。ヘビって無残戦では頑張ってたけど泣き目は倒したんだっけ。通常時にあざ出すと寿命縮まるの。無一郎こんなキャラだっけ。覚醒して変わったよ。紙飛行機大会に。こいつら何の訓練してるの。時藤殿と仲良くなる訓練。修行しろや遊郭編以外はこんなもんだろ。これ兄折。多分この頃日本に折り紙の紙飛行機なかったんじゃないかな。マジで。多分。折り紙で紙風船ならあったかな。これ一応大正時代じゃなかったっけ。ならもっと前からあるぞ。これで視聴者に時藤の好感度上げさせて無限上で泣かす魂胆か。みんなを幸せにする炭治郎。原作は禰豆子が急に人間に戻って走ってたから、そのあたりはアニメで保管してほしい。恋柱来た。この時代にバターは超高級品だぞ。大正にそんなあるの。明治の時点であるぞ。大正時代だとホットケーキと呼んでる。外国の適当お菓子なんで日本にも入ってる。俺もみつりちゃんとお手手つないでパンケーキ食べに行きたい。秘宝、原作2ページしかない恋柱の稽古。C パートで半分終わる。半分どころか4分の3終わったぞ。甘露寺編は兄より作りやすいし2週使ってもおかしくないな。なお原作は1話で音かすみ恋蛇まで終わらせてる。
原作は実は単行本を20数巻にまとめるためにかなり話をそぎ落としてるんだよ。そこを補完するために兄折で埋めてる。そしてそれは無限上編への伏線になってる。これを引き伸ばしというのなら物語を楽しむ力が足りないとしか。玄也の兄折なら OK だぞ。完結するまであと3年くらいかかりそうだな。鬼を食ってまでって玄也も出る。今日は無一郎代わり会だったな。原作知らないけどアニメすごく楽しめてるけどな。今週は無一郎が可愛かったので OK。 柱一人1話ずつやるんだな。ありがとうございます。無一郎くんいい兄折だった。もっと炭治郎と友達やってる姿を見たかったよ。紙飛行機のシーン泣いてしまいました。誰も死なないでほしいな。時藤くん、思いやりを持つようになったし表情も柔らかくなったな。他の大使にはツンツンだけど炭治郎にはデレデレなの面白いです。柱稽古編本当に楽しい。鬼殺隊がどんどん好きになります。風蛇かすみさん柱稽古に炭治郎のサイコパス紙飛行機セラキ他細かなエピソードが鬼ほど詰め込まれていました。原作2コマにこれほどの行間が詰め込まれていたとはまだまだ心眼が足らないようです。次回も楽しみですわ。まあ少し前までは無一郎くん明るい少年だったしね。性格が変わったというより炭治郎と会話するようになってから本来の自分を取り戻してきたっていう表現の方が正しいのかも。まさか本当にサネミとイグロさん稽古してるところを見てしまった。相変わらずかっこいいだからサネミ。途中時藤無一郎くんが来てまさか3人で稽古付き合っていたとは神回すぎる。次回も5話へみつりちゃんの稽古を得たら次イグロさんかな。時藤くんめっちゃ炭治郎のことが好きだね。ここまで心許せるようになってたとは嬉しい。柱たち自身も自分たちで稽古ちゃんとしてるんだね。さすが柱。なんとか時藤くんと大使たちの絆が深まったようでよかった。みつりちゃんはちゃんと稽古してるのか疑わしいな。笑い。めいめいだかわいい。花森さんが時藤邸にいるとは紙飛行機の話を入れてくれるなんてこのほのぼの感がいい思い出になるんだと思うと甘露寺さんエンディング後への出演に出ててはてなと思ってたら曲後にちょこっと出てきてくれた。次は甘露寺さんで1話まるっとはないんだ。予想通り兄折像。私は一向に構わないぞ。新上限の死。もう正体出すか。一匹見たら柱3人の手合わせは驚き。時々アクション混ぜてくれるサービスありがたい。紙飛行機大会。まるで子供向けアニメみたいだ。C でみつりさん来たから、次週イクロさんも来るかな。楽しみだわ。時藤無一郎の本来の優しさがよく現れてた。やはりほとんどが兄折、金森さん登場も。無一郎は14歳の少年だから紙飛行機飛ばす無邪気なシーンが追加されてて納得だが切ない。無一郎の春日井カラス銀子がよく話してたけど無一郎ラブだから今後のことを思うと切ない。無一郎との稽古がメインの話。ここまで見て思うのは天元も無一郎もみつりも炭治郎に優しい。炭治郎が他の大使に比べ実力がずば抜けてるのもあるだろうけどやっぱり一緒に視線をくぐり抜けた仲間だからだよね。そういうのいいなって思ったよ。一般大使と炭治郎とでは向ける感情が全く違うのには笑ったけどよく笑顔を見せるようになっていたりみんなで紙飛行機大会をするなど無一郎もまた成長しているんだと感慨深かった。あと品津川とイグロと無一郎の柱同士の稽古はさすがの迫力でした。次回みつりの稽古も楽しみ。無一郎くんは同年代の子と遊ぶことしてこなかっただろうから今回の話は胸に詰まった良い話だ。炭治郎への笑顔よ。私は原作読んでないのだけどこれって兄折これから先の無一郎の運命はなんとなく察してるからこういう日があるのはとてもとても良かったと思う。時藤くん会。柱と一般大使の間を取り持つ炭治郎。中間管理職見あるね。柱に可愛がられてるの好き。キャラの掘り下げで兄折を入れるのわかるけどまさか皆で紙飛行機を飛ばそうとなるとは思わなんだ。ここで下手に新キャラと活イ化しなかったのよかったな。
炭治郎を待っていた時藤くん。今までの無表情が嘘のような良い笑顔。すごく好かれてるの。しかしここのモブどもも腰抜けすぎないか。皆への口調を優しくしてもらうべく、紙飛行機飛ばし合い競争が始まるの。最後は皆で紙飛行機。何この展開。平和なの。決戦前だけど。人生は紙飛行機。その距離を競うより、どう飛んだかが大事だからね。それぞれの役割と決意で最終決戦に挑む。皆で飛ばした紙飛行機を見送る笑顔が物語ってました。時藤くんの成長に。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。